今これハムをつけたんですよ。でこれで今からお椀の裏引きっていう刃物を作ったんですけど、角度がやっぱいろいろあるのでそうせんと切れないので、はい、ちょっとここの角度を寝かせたりとか、ここの角度をこういうふうにで全然違ってくるので、それはお椀を引く時のその人の作り手の癖があるので、そこも合わせ考えた上での刃物作りになります。全部このものによってコップやったりお椀にあったりって形が違うので、刃物そのに応じて形を変えて作っていくんですね。これ違うでしょ、これ形がこういう刃物とか、はい、これ使い分けて作ってきます。ここで寸法を合わすんですね。これはこういうここでこの口の幅を決めて、高さはこれで決めて、ここもこれで決めて、この深さはこれで決めて引いていく感じです。この幅とここの幅が揃ってたら、これが肩が合えば、これはあくまで漆を染み込ませて、で生地固めっていうんですけれど、とりあえずまず固める。木が動かないように。どうしてもこう水分と乾燥してる時っていくら乾燥してても微妙に動く時があるんですよね。それを防ぐのも含めて一回固めてしまいます、漆で。こういう感じで固める。これで一回乾かすんですね。硬くなってきたのをさらに超えていくとまた柔らかく透明感がしてくる。と
全て漆だけで仕上げてしまうとある意味硬すぎてなんかその弾力性がなくなってしまって逆に割れるひびが入ったりする可能性も出てくるんで、なんかそのあたりのこのいろいろ試行錯誤しながら多分これが一番強いだろうなっていうところで自分はやってますけど。やっぱ弱い部分はこの水付けって言われる部分とこの縁がやっぱかけやすいとかここ割れやすいんですよね。小口になってるんで熱いもの入れるとパッと割れたりするのでこれ防ぐために。こういう感じでやります。段差をなくすんですね。上っ面だけ、上の部分だけカット。はい。これはトノコですね。砥石の粉って書いてトノコ。
お椀作ってたから、お椀になんか味噌汁とかいろいろ、味噌汁の教室行ってたよね。味噌汁で教室行ってたんやろ。教室。お味噌汁の教室、料理のための器っていうのが自分の中にあって、で、器を見た時にこの器を見て、この料理が盛り付けたいなっていうイメージが湧くようになりたいと思ったんですよ。それがそうすると自分の料理がこの料理にはこういう器が欲しいなっていうのが結びつくかなと思ったんで、料理ありきなと思うんで、器は。違う。それやと思ってんけどな。おいでこうぞ。飛びました。ほこりが入ってないか、取ったと思ってもこの中でほこりが入ってるとついたりするんで、もうそうなったらまた次やり直す、もう一回研いでもう一回上塗りのし直しなんで、もう悲しくなりますせっかく塗ったのに。はい、
テーブルにで入れて回すわけですね。選択肢としていろいろ陶芸とか染色とかね、そういうのいろいろありましたけど、自分はやっぱ木のぬくもりとかそういうものが好きだなっていうのをその時実感しまして、いろいろ見た中で、それでやっぱり木でもいろいろ家具とか大きなものとか小さなものいろいろあるんですけれど、その手に収まるものを作りたかったと。下地職人さんのもとで学んできて、で作家活動してる方はその生地とかを生地師さんに引いてもらって、で塗りは自分がやりますみたいな方がいらっしゃるんですけど、自分はやっぱ最初から最後まで形から最後塗りまでをやって自分の品っていう風にやりたいと思ったんで、広大の部分が一応自分は意味を持たせてて、広大の部分にその昔の人がいただくとかそういう捧げるっていう意味を込めてたらしいんで、このいただくっていう意味ではその植物とか動物のその心があるかどうか僕に分かりませんけど、それをいただいているその料理した形となった何かしらのそのエネルギーを浄化する、浄化のための器っていう意味を込めて、でそれが上にこう上がるみたいなそんな印象がそういう器であってもらいたいなっていう。で食卓にこうプラスチックとか陶器の器の中に木の欅のもうパッと見ただけでも自然からこう作られてきた素材恵みで作られてきたっていうものがそこでちょっと実感してもらうことによって、そこね自分らはこうそういうものをいただきながら生きてるっていうのをもう一度思い起こさせるような象徴的なものが欲しいな、作りたいなっていう思いで今やってますけどね。でも使ってくださる方はそんなこといちいち僕はこういうふうに思ってるとか思ってもらわなくてもいいんですけど、それよりも長く割れずにその器がいくことによってそこに何かこういい風を起こしてくれるようであってもらいたいですね、自分の器が。それだけを願います。はい。